関節柔らかくする方法、股関節硬い人でもできます。まず足を肩幅で広め、これぐらいに開いて、パタパタ、内、外に動かしていきましょう。これ、つま先だけ動かすんじゃなくて、付け根から動かしましょう。まず、準備運動です。呼吸止めないようにしましょう。そしてこれ、大前提、毎日必ずやらなきゃいけない、そんなことはありません。週に1回でも習慣化なのでね、無理せず、できる範囲で自分を責めずに、できたらね、自分に拍手しながら一緒に頑張って習慣化していきましょう。よし、OK です。次、開脚です。開けるところまで開きましょう。はい。開いたらこのまま前に倒れます。内もも伸びる感覚があれば OK です。僕もね、股関節硬いんですが、理想は120度ぐらい開いて、おでこが床につくこと。最低でもね、僕みたいにこうやって90度ぐらいは開いてほしいです。これね、1回でかなり開脚変化出ますので、楽しみにしててください。そしてね、先ほど言いましたが、ズボラストレッチは週に1回でも習慣化です。毎日できなくても、週に1回やるだけでも十分に効果出ますので、よし、毎日今日から必ず頑張るんだ。そんな意気込みはいりません。できる範囲で無理せずやっていきましょう。今のね、この柔軟性、なんとなく覚えておいてください。OK です。そしたら次、右足だけ伸ばします。こんな感じです。で、このままですね、つま先を内、外に動かしていきます。股関節、付け根から動かす。内、外。このイメージです。呼吸を止めないようにしましょう。この感じ。付け根から動かす。動かす。しっかり内、外。で、頑張れる人はね、もっと股関節開いたり、体前に倒したまま内、外に動かしてもいいですが、股関節ね、硬い人はこれでも十分きついと思います。膝ね、伸びない人はちょっと曲げても OK です。もうズボラストレッチはこうしなきゃいけないとか、膝が伸ばしたなきゃいけないとか、毎日必ずやらなきゃいけない。このフォームじゃなきゃいけない。ダメだってことは一切ありませんので、自分ができる範囲で無理せずやっていきましょう。OK です。次、左足伸ばします。この状態で、つま先を内外、股関節、付け根からですね、ねじっていきましょう。付け根から動かす。頑張れる人は、もっと股関節開いたり、体前に倒してもいいです。股関節、付け根から普段動かさないでしっかり動かすことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。付け根しっかり動いてますか？そしてよく三日坊主になっちゃうって方多いんですけど、三日坊主ね、ズボラストレッチは全然 OK。むしろすごいことなんです。後でちょっと解説していきます。よし、OK。そしたら次はですね、このあぐらの状態から右足を左、こっちに持っていきます。で、この右足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻のストレッチしていきます。右のお尻伸びてればまずそれで正解です。まだ全然頑張れるよって方は、足をぐっとお腹に近づけたり、もしくはこのね、床から浮いてるお尻、これを床に近づける、床に近づける。こうすると、より右のお尻、伸びてきます。で、この時ね、肩にギュッと力入って、こんなんならないようにね、肩の筋トレしたわけじゃないんで、お尻のストレッチです。で、できない方は、この右足が、これでも OK です。もう全部 OK です。よし、OK。逆いきます。左足を右足、こっちに、この感じで持っていきます。左のお尻のストレッチをしていきます。左のお尻伸びてれば正解です。頑張れる人は足をお腹につける。さらにこの左お尻床に近づける。さらに伸びてきます。で、僕と同じ通りにできないって人も大丈夫です。左のお尻を伸ばすことが目的で、僕と全く同じポーズを取ることが目的ではありません。左のお尻伸びてれば、それで正解。素晴らしい。自分に拍手です。呼吸はね、止めないようにしましょう。できない人、この足、ここでも OK。全く問題ないです。よし、OK。そしたら次はですね、このあぐらの状態から右足をちょっと前に出します。この状態。で、右のお尻を伸ばしていきます。伸びますか？右のお尻、外ももあたりまで。この辺伸びてればいいです。で、これもですね、理想はおでこがこの足につくぐらいなんですが、僕ちょっと硬いですね、今日。皆さんどうでしょうか？最低でもこうやって肘が床につくぐらいまでは行ってほしいです。
で、いまいち伸びないよって方は、ちょっと足手前に引いたり、前に出したり、もっと体を前に倒したり、斜め前に倒したりして、右のお尻、外もも、この辺りが伸びる角度自分で探してみましょう。どの角度が正解ってのはないです。皆さんがお尻が伸びてればそれで OK です。よし、OK。逆いきます。あぐらの状態から左足を前に出します。このまま体真正面に倒していきます。左のお尻のストレッチです。伸びますか？左のお尻です。呼吸を止めないようにしましょう。最低でもこうやって肘が床につくぐらい。理想はおでこが足につくといいですね。いまいち伸びない方はいろんな角度試してみて左のお尻伸びる位置探しましょう。そしてさっき三日坊主でもすごいって話をしたんですけども、僕らね、これ YouTuber 側で YouTube の中のデータって見れるんですよ。前にね、データを見たときに、ズボラストレッチの一人の視聴者さんが平均で月に何回ズボラストレッチしてるかってデータを見たんですけど、なんと月に 2.5 回とか 2.7 回なんですよ。要するに月に3回しか平均ではズボラストレッチ皆さんやってないってことです。よし、OK です。そしたら次、右足伸ばします。で、右手で、右のつま先触りに行きます。右の膝の裏もものストレッチです。伸びますか？内もも硬い人はね、内もも伸びると思います。で、最低でも指先がつま先、ここ触れれば OK です。頑張れる人は、もうちょっと先こうやって掴みましょう。理想はこの手首がね、つま先に当たるぐらいだといいと思います。僕も硬いので大丈夫です。無理せずね、一緒に頑張っていきましょう。そして、多少膝がね、曲がっちゃう方、OK です。大丈夫です。目的は、裏もも膝の裏。この辺り伸ばすことなんで、膝が伸びてなければいけない。伸びてなきゃダメだってことはありません。OK です。よし、逆いきます。左膝を伸ばします。でこのまま左手で左のつま先触りに行きます。左の膝の裏もも伸びてれば正解です。膝曲がって OK です。そうなので、先ほど伝えた通り、平均でズボラストレッチ見てる方は、月に、2回、もしくは3回ぐらいしか平均でやってないわけです。ってことは、3日坊主って方は、3日まずやった平均より上です。だって平均 2.5 回だから、月に 2.5 回しかやらないのが平均なんですよ。だから3日坊主で3日連チャンできてる人は素晴らしい。もう全然ズボラじゃないっていうことになります。なのでね、そういう場合は、3日坊主ダメだったんじゃなくて、すごい、私3日もできたって自分を褒めるようにしていきましょう。よし、OK です。そしたら次はですね、体育座りしましょう、体育座り。こんな感じですね。で、この状態で、右足を左足に乗せます。右のお尻のストレッチしていきます。こんな感じ。なるべくグッと胸張りましょう。右のお尻伸びてれば正解です。で、いまいちできないよって方は、こうやって足伸ばした状態で、この状態で右足と左足、こういう風に乗せて、これでも OK です。右のお尻が伸びてればいいです。こうやってね、手前まで引けないよって方、これでも OK です。なるべく手前にこうやって、できる限り引く。頑張れる人はピンと胸を張る。さらに足と胸を近づけるとより伸びます。できる人はやりましょう。できない人はできる範囲で OK です。よし、OK。逆行きましょう。体育座りの状態で左足を右足に乗せます。これで左のお尻のストレッチしていきます。左のお尻伸びてればそれで OK です。きつい人はこれぐらいでもいいです。ここ伸びてれば正解です。でね、この時足、こうなってると伸びないんで、なるべく地面と水平。なるべく地面と水平。いいんです。できない人はここでもいいんですけど、できる限り外に開くと、よりお尻が伸びてきます。こうしなきゃいけない。僕と同じフォームじゃなきゃいけない。膝がこっちに開かなきゃダメ。意味がない。そんなことは一切ありません。お尻が伸びてれば正解です。よし、OK。ちょっとだけ難しいストレッチいきます。右足をですね、こんな感じで前出します。前出す。はい。で、こんな感じですね。前に体重かける。右のお尻ストレッチかけてます。できますか？逆から見せますね。この状態から右足を前に出す。倒す。前に体重かける。右のお尻、ここ伸びてればいいです。いまいちね、できないよって方いいです。この状態でもいいです。全然これでも右のお尻伸びると思います。膝、こうやって引いたり、もうちょっと前に出したり、自分がね、お尻伸びるなって角度探しましょう。頑張れる人は前にべちゃっと倒れちゃいましょう。僕みたいにお尻床から見ててもいいです。つけれる人はお尻床につけてやりましょう。OK です。逆行きましょう。ちょっと難しかったですね。できましたかね？このまま左足を前に出します。膝を倒す。このまま前に倒す。
僕も硬いんでちょっと、左のお尻、ここ伸びてれば OK。頑張れる人はこうやってお尻、床につけたまま前に倒す。これね、後ろの足は本当はこう伸びてる方が理想なんですけど、ちょっと僕もアキレス腱断裂から復帰したばっかでまだ硬いので、結論ね、左のお尻、ここ伸びてれば正解です。これ手ついたり、前に倒したり、自分の左のお尻が伸びる角度探してみましょう。よし、OK です。そしたらちょっと休憩ストレッチです。足をもう一回広げて、肩幅よりも広いぐらい、こんぐらいでいいです。で、つま先、内外にパタパタ動かします。つま先だけ動かすんじゃなくて、股関節、付け根から動かしていきましょう。皆さん素晴らしい。ここまでね、動画見てる時点でもう全然ズボラじゃないです。これもね、YouTuber 側の僕ら側データ見れるんですけど、実はね、YouTube の動画って、ほとんどの方が最初の30秒で見るのやめちゃうんです。多分、ちょっと一種目目やって、寝っ転がらないでやって、なんかめんどくさいからいいや、また今度やろうとかって飛ばしちゃうんですよ。なんで、ここまでできてる皆さん、全然ズボラじゃない。素晴らしいです。自分に拍手しましょう。よし、OK です。そしたら、こうやって、右足だけ伸ばしておきます。左足を曲げます。で、右足真正面じゃなくて、ちょっと斜め前、ちょっと内側に入れる。体を正面向けて内側に入れる。で、手は真正面に倒す。これちょっと外ももというか、裏ももの外側、この辺全体伸ばしていきます。伸びますか？右足を前に出して、真正面よりもちょっと30度ぐらいですかね、内側に入れる。体は正面に倒す。外もも。で、僕なんか硬いので、このふくらはぎの外も伸びますね。で、膝多少曲がってもいいです。真正面に倒せるところまで倒れます。この外側伸びてれば正解です。よし、OK。次、左足伸ばします。足は真正面よりも内側に入れます。このまま体は正面に倒す。左の外側伸びてれば OK です。呼吸を止めないようにしましょう。膝多少曲がってもいいです。でもできる限りね、伸ばしましょう。そしてこの動画も3回チャレンジやってみませんか？ 3 回チャレンジ。今までね、1週間チャレンジ、7回チャレンジ結構やったんですけど、結構ね、7回大変な方もいるので、3回まずやってみましょう。毎日3日連続じゃなくてもいいです。週に1回できればいいので、3週間かけて3回やってもいいです。極端な話、3日連続できるよって人は最初の3日で終わらしてもいいし、1日で朝昼晩3回で終わらしてもいい。3週間かけてもやってもいい。全部 OK です。よし、OK。そしたら、足の裏合わせて、ちょっと前に出します。ひし形作ります。このまま体を真正面に倒していきます。お尻、外もも、この辺伸びてれば OK です。これもね、理想はおでこが足につくことなんですが、できる範囲でいいです。ちょっとね、手前に引いたり、前に出したり、自分がお尻、外もも、この辺が伸びるなって位置探しましょう。呼吸をね、止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次はですね、腸腰筋、股関節、付け根の筋肉、ずっと座りっぱなしだと硬くなる筋肉ですね。左足前に出します。この感じ。はい。で、このまま、体を真正面に持っていきます。右の付け根、ここが伸びてれば OK です。で、この時、猫背になったら絶対伸びません。ちょっと胸張る。でも、腰反らせすぎない。お腹はへこましとくんだけど、胸は張るぐらいのイメージ。伸びますか？で、この時、骨盤真正面向けましょう。骨盤を真正面です。真正面。骨盤がこっちに開いてると全然伸びません。真正面向けて前に体重かける。軽く胸は張る。伸びてれば OK です。よし、OK です。逆いきます。これで逆に、左足、後ろにします。右足前に出します。で、このまま前にぐーっと体重かけます。左の付け根、ここ伸びてれば OK です。で、伸びない方は骨盤真正面です。こう開いたりとか、あと猫背なんて全然伸びません。ちょっと胸張る。でも、お腹がこう突き出ないように、お腹はへこましとくけど、胸は張る。前に体重かける。左の付け根、ここが伸びてれば、それで OK です。頑張れる人は前にぐーっと体重かける。腰痛い人無理しないでくださいね。呼吸止めないようにしましょう。
よし、OK。では最後に開脚します。いけるとこまで開きます。前に倒れます。内もも伸びてれば OK です。膝の裏とかね。さっきよりもだいぶ開きやすい、もしくは突っ張り感がなくなった、どんな変化でも OK です。少しでもね、開きやすくなってる、何かしら変わってればそれで素晴らしい、自分に拍手です。そしてぜひ、コメント欄活用してみてほしいです。3回チャレンジやるので、今日やったよとか、できました、何でも OK です。そして、コメントをまだしたことない視聴者のズボラーの皆様、ぜひ初コメントをお待ちしております。初コメントです。こんにちは。初コメントです。できました。初コメントです。こんばんは。何でも OK です。もう常連のね、普段から毎回見てくれてるズボラの皆さんは、ぜひその初コメント見かけたら、いいねをしたり、初コメント、ありがとうございますとか、ようこそとか、してあげてもらえると嬉しいです。コメント欄でね、こう報告してる方の方が、絶対に成果出ます。習慣ができますので、ぜひコメント欄活用して、3回チャレンジ、やってみていただければと思います。では、股関節柔らかくするストレッチ方法、お疲れ様でした。素晴らしいです。ぜひコメントお待ちしております。